おー、なるほどね。これは武器ですね。みゆちゃんのダンスのその特徴の部分、新しい特徴の部分が見えてきましたね。これめちゃめちゃ強みじゃんってすごく見てて思います。なるほどね。今回ですね、推しカメラの時間ということで、塩味チームラストは桜井みゆちゃんでございます。見ていく前にですね、みゆちゃんちょっとその調子の部分があんまり良くなかったっていうところが番組の中では伝えられてなかったんですけれども、実はそういう背景があってっていうところも含めてぜひ見てくださいというふうに、ご連絡もいただいているところでもございますので、そのあたりも考慮しながらですね、しっかりと見ていきたいなというふうに思っているところでございます。さあ、それでは行ってみましょう。レッツラーゴーツ歌声のやっぱり安定感ですね。まずはね。素晴らしい骨盤の使い方。でも、なんだろう、表情を見てる感じは全然、いやプロですね、そのあたりはね。おーゴリゴリじゃないですか。イエースおーイエーなんかめちゃめちゃいいじゃないですか。結構、多分ね、腰とか肩の可動域が柔らかいんじゃないかなっていう風に思うんですよね。背中が柔らかいのかな、ギューっていう風に大きく入れてるところとか、ここまでやっぱり大きく見えてくるっていうのは、やっぱりこの骨盤、左側、右側の骨盤と、この腰、背骨のこの柔らかさ、関節の柔らかさがあるんじゃないかなっていう風に思います。多分人よりちょっと柔らかいのかもしれない。ここの美しさ。この伸ばし方で、手首も結構柔らかい気がする。みゆちゃん多分関節柔らかい人じゃないかな、結構。この手首90度でグーってこういう風に持っていけるところ。で、このちょっとサルテみたいになってるんですよね、この肘が。内側にキュッて入ってるところとかも、関節が柔らかい、腕の関節が柔らかい人の使い方だなっていう風に見ていて思います。この辺りのシルエットもすごく綺麗ですよね。で、反対側もこの感じなんですよね。おー、なるほどね。これは武器ですね。関節が柔らかい人は、シルエットめちゃくちゃエグく取れるので、ご本人がそれをどこまで自覚してるかっていうのはありますね。めっちゃ武器やでってすごく思います。これは強いよっていう。このあたりも腰の入り方、結構エグいところで取れてるんですよね。深いじゃないですか、ここも体のこの落とし感が。で、これもおそらくその背筋が柔らかいからかなーって思いますね。なるほどね。ここもですよね。この首の入り感とか、結構えぐいところの角度取ってらっしゃるんです。今ちょっと被っちゃってますけど、なんか多分、いけちゃうんでしょうね。領域。グッて、ちょっとこう、何気なくスッて入れたら結構普通の人にも入っちゃうよねっていうタイプの方だと思います。みゆちゃんのダンスのその特徴の部分、新しい特徴の部分が見えてきましたね。これめちゃめちゃ強みじゃんってすごく見てて思います。なるほどね。この歌ってる時のこのシルエットの美しさですね。これもちょっとしたやっぱこういう斜めのこの使い方があるので、目線の流し方だったりとか、そういうだから繊細さだったりとか、少し儚さだったりとか、その線ですよね。めちゃめちゃ極太のマーカーでギュッっていうよりかは、ちょっとこうブラッシングな感じの細い線をスッて描いていくのがすごく合うタイプの方だなっていうふうに思います。なるほど。すごくシャープなんだけど柔らかいダンスができるっていうところですね、みゆちゃん。でも踊ってる雰囲気、めちゃくちゃそれを自覚して踊ってるっていう感じではないんですよ。なるほどなぁ、伝えたい。すごく、みゆちゃんのそのダンスにおける強み、多分、ダンスにすっごい自信を持ってるっていうよりかは、おそらくボーカルの方に、自信を持ってる方だと思うんですよね。ポジション的な部分というか、おそらくなんですけども。っていうところで、その一人一人に合った、その人の、例えばその体格それぞれの骨格に合った踊り方だったりとか、それがダンスにどういう風に強みとして生きていくのかっていうのを見つけて、それを伸ばしていくっていうのがやっぱりすごくその人のダンスを伸ばす、近道だったりするので、そのあたりがみゆちゃんの中でまたカチッとハマってくると、踊り方とかももっともっと多分伸びてくる部分があると思います。結構うわえぐっていうダンスができる方の、タイプなので、このあたりの特徴を持ってらっしゃる方は期待していきたいと思います。というところでございます。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。せい。